今日はですね、オールドキューブの新しいね、タブレットを紹介したいと思います。これはですね、まず確実に来ますね。確実に人気が出る端末だと思います。箱はこんな感じですね。非常にかっこいいんですけれども、こちらです。品名は iPlay 70 mini Ultra という品番になります。後ろにね、スペックが書かれていますので、まずこのスペック見ただけでみんな欲しくなっちゃうと思います。箱の裏にね、主なスペック書かれています。ここで見ていきましょう。まず SoC がですね、スナップドラゴン7プラス Gen 3というね、かなり高性能な、タブレットとしてはかなり高性能なね、端末になりますので、まずこれが皆さんね、期待していたところだと思います。少し性能がいいね、タブレット欲しいという方いらっしゃると思います。で、次はね、ディスプレイ 8.8 インチです。少しね、8インチよりは大きいんですけれども、比較的小型なタブレット、しかもディスプレイサイズ小さいんですが、解像度は 2.5K です。さらに 144Hz に対応しているということで、ゲーミングタブレットという歌い方もしてますので、その辺のね、ディスプレイの性能であったり、SoC の性能ですね、この辺が売りになっています。基本的にハードウェア性能がすごくね、高い端末になっています。バッテリーは 7300mAh ですね。当然、急速充電に対応しています。スピーカーは、デュアルスピーカーですね。DTS サウンドヘフトということです。あと、USB の 3.1 に対応しております。あとですね、ディスプレイビデオのアウトプットです。映像の外部出力にも対応しているということで、ここも見ものですね。スペックを見ただけでね、もうすでに欲しくなっている方がいると思います。それでは早速ですね、実機の方を、見ていきたいと思います。箱はこんな感じです。それではね、同梱品を見ていきましょう。説明書が入っています。一応日本語に対応しています。それではね、同梱品を見ていきましょう。同梱品はですね、充電器と Type-C、Type-C のケーブルです。トレイをね、開けるピンが入っています。ちなみにこれ SIM カードは刺さりません。LTE とかね、5G には非対応です。で、付属の充電器もしっかりと 20W のね、急速充電に対応しています。本体の方も PD の 20W の充電に対応しています。それではね、本体の方見ていきたいと思います。本体はなかなかですね、質感が高いです。アルミですね、金属ボディになっていますね。触った感じひんやりとしていて、で、マット仕上げですね。ちょっとサラッとした触り心地で、指紋や傷がね、目立ちにくい。これはよくある加工ですけど、非常に質感は高いと思います。で、基本的にスクエアデザインですかね。角が出ています。ただここ面取りしてありますね。この辺も非常に美しいですね。それではぐるっと見ていきましょう。まず長い方の辺に電源ボタンに、ボリュームボタンです。で、短い方の辺に Type-C とスピーカー穴。逆サイド長い方に、ここにマイクロ SD カードスロットですかね。先ほどのピンを使って、取り出すね、トレイが入っております。で、上の方にはスピーカーですね。カメラの出っ張りはこんな感じです。ケースとかそういったものは同梱されておりません。で、サイズ感的にはそうですね、一応片手で持つことはできます。ただ少しやっぱ気持ち大きいのかな。少し私の手でも、ギリギリまではないけれども結構開いて、掴むようなね、握るような感じなんで、若干大きめなのかなと思います。ただ10インチとかね、最近の11インチとか、あるいは12インチなんてものもありますけれども、そういったものに比べるとだいぶ小さいし、十分ね、片手で使えるかなと思います。それではね、重量測っていきましょう。重量はね、8インチタブレットらしい 346g です。厚みの方は、約8ミリぐらいですね。それではね、端末の方を立ち上げてみましたけれども、まず壁紙がかっこいいので、非常にですね、色鮮やかで、あとディスプレイやっぱすごく綺麗ですね。最初から入っているアプリはこんな感じです。少しね、ゲーミングタブレットというところもあって、ゲームの、ショートカットですかね。ダウンロードするショートカットみたいなものが何個か入っております。それ以外は基本的にはですね、Google 系のアプリかなと思います。ディスプレイの方は先ほど言いました通り 8.8 インチです。解像度は 2560×1602.5K ディスプレイということですね。リフレッシュレートは最大で 144Hz で500ニットですね。最大輝度は500ニットということで、実際に今ね、写真を表示させてますけど、非常に色鮮やかで綺麗だと思います。視野角の方もこんな感じですね。特に問題はないかなと思います。リフレッシュレートはですね、設定画面から変更することができます。
60、90、120、144と、手動でね、設定することも可能になっています。ブラウザでね、リフレッシュレートを確認するサイトがありますのでやってみました。ちゃんとね、144で固定したら 144Hz になってますね。フレームレートも142ということで、しっかりと高リフレッシュレートに、なってますね。で、メモリーはですね、最初から 12GB ですね。ここも嬉しいですね。8じゃなくて12になっています。さらにメモリのね、拡張機能にも対応しています。こちらはね、最大 8GB まで拡張することができますので、最大ですね、拡張して 20GB で利用することができます。アンツベンチマークやってみました。さすがにですね、結構ね、タブレットとしては、こういったね、格安のメーカーのタブレットとしてはかなり性能が高いと思います。スコアの方は137万点ということですね。GPU も約50万点近いということなので、一応ゲーミングタブレットと言ってますけれども、結構ね、ゲームも楽しめるんじゃないかなと思います。センサー関係はこんな感じですね。ジャイロスコープ搭載しております。GPS はやっぱりね、搭載してないですね。スピーカーはですね、当然ステレオスピーカーに対応しています。横向きにしたときに、左右のなり分けですね。短い方の辺にね、スピーカーがありますので、だから横向きで使ったときに、左右のなり分けはしっかりと対応しています。カメラはですね、アウトカメラが1300万画素、インカメラ500万画素です。カメラの位置はこの短い方の辺にありますので、基本的にはやっぱ縦向きで使うカメラかなと思いますんで、オンラインミーティングとかも基本的に縦型で使う、スマートフォンみたいな感じで使うという感じになると思います。それではですね、タブレットなので、メモカメラとして使えるかやってみたいと思います。ちょっとこれ反射が入っちゃってるので、なかなか難しいんですけども、でも綺麗ですね。これ見てる感じは結構くっきりと綺麗に映っております。じゃあ反射しないところに持ってきて、これで、こちらがですね、実際に撮影した写真ですけど、はい、非常にくっきりしてますね。っていうか結構カメラ性能いいと思います。これであれば十分ね、OCR とかにも使えますので、メモカメラとしては十分な性能だと思います。それではこれはね、インカメラのテストです。音声の入り方どうでしょうか。やっぱりタブレット画角ですね。画角は結構狭いと思います。顔だけが映るような、感じの画角でしょうか。オンラインミーティングのカメラとしては余計なところがね、映らなくていいのかもしれません。それでは一応縦向きでやってますんでね。はい。ちょっと今、撮影してるね、その端末のディスプレイ越しに見てる感じだと結構ノイジーというか、結構シャープが強いって言いますかね。結構くっきりはしてるんですが、結構ざらついたような感じにも見えますので、実際の相手に見える映像がどうかとかね、出てくる画像がどうかっていうところもありますけど、どうでしょうかね。ただ明るいですね。結構明るく映す感じなので、暗くはなりませんのでね。その辺はいいかなと思います。あと音声ですね。マイク、音声の入り方、どうでしょうか。8インチサイズなので、こういったね、書籍を読む端末としても結構いいんじゃないかなと思います。マイクロ SD カードのトレイはこんな感じです。最大 1TB に対応しています。こちらの端末はですね、Type-C の映像出力ね、対応しているということで、今、モバイルディスプレイにですね、Type-C 1本で接続をしてみましたけど、こんな感じでね、本当に接続するだけで簡単に、ミラーですね、ミラーすることができますので、
スマートフォンの画面を大画面に簡単にね、出力することができます。ゲームとかですね、あと動画視聴とか、そういった使い方で使えるんじゃないかなと思います。こういった感じでですね、コンテンツによっては、やはり大画面で見ると、結構ね、迫力のある映像が楽しめるものもあると思います。はい、こんな感じですね。あとですね、こちらにね、FFT というアプリがあって、このアプリがね、面白かったので紹介したいと思います。このアプリを開くとですね、こういう画面が出てきて、要はね、同じ Wi-Fi のね、ローカルネットワークに接続した端末にファイルをね、共有したり、この端末の中のデータを共有したりね、そういう機能です。これはよくありますね。同じローカルネットワークの中でファイルを共有したりね、写真データ共有したりするっていうのはあるんですが、それと同じ機能なんですけど、画面をですね、キャストする機能があって、これがね、面白かったです。こちらのアプリにね、表示されたこの IP アドレスをね、こちらブラウザに入力すると、こういう画面でね、アクセスできます。そうするとこちらの端末に入っている写真データですね。これをこちら側のね、ブラウザから見ることができます。だからパソコンとかから見ることができるんですね。あとビデオとか音楽とか書類とかね。この辺は似たような機能は結構ね、他のサービスでもあるかなと思います。ただこの中にね、スクリーン投影というのがあって、これが面白かったです。じゃあこのスクリーン投影をやってみます。そうするとまた新しいタブが開いて、はい、わかりますかね。こちら側のタブレットの画面が、こちら側ね、ブラウザに表示できるというものです。で、もちろんですね、こちら側で、はい。ホーム画面に戻ると、こちら側も変わるということで、簡単に画面をね、PC の方に表示できるということで、これなかなか面白いかなと思います。しかも、パソコンがブラウザでいいので、結構汎用性も高いかなと思います。こちらもですね、無線でね、タブレットの画面が PC 等に表示できますんで、結構使い方によっては便利かなと思います。ただ、こちらの PC 側からはね、当然、このリンクを押したりね、操作することはできません。あくまでも、画面が表示されているというだけですね。ということで今日はですね、オールドキューブの新しいね、タブレット iPlay 70 mini ウルトラ紹介をさせていただきました。ディスプレイサイズ 8.8 インチで最大の売りはですね、SoC がスナップドラゴン7プラス Gen 3ということで、かなりね、高性能な SoC を搭載していますので、こういったですね、いわゆる格安のタブレットメーカーではかなりね、ハイスペックな端末になると思いますので、そういった高性能なね、小さいタブレットを探してたという方には非常にいいんじゃないかなと思います。で、ディスプレイのリフレッシュレートもね、144Hz ということで、ゲームなんかもね、十分楽しめる性能になっています。で、価格の方は、4万円切りというね、非常に買いやすい価格になっていますので、こちらの端末にね、興味がある方はぜひね、動画の説明欄にリンクを置いてきますので、そちらの方からチェックをしてみてください。はい、今回以上です。